皆様お疲れ様です。引っ越しを機に DIY にハマった主婦アンです。今回の動画でルームツアーは最終回です。よろしければ最後までお付き合いください。はい、今度はリビングになります。どっから言ったらいいのか。じゃあ端っこから、この板壁ですね。このね板壁はこのスペース、こういうね合板にノジ板をこういうヘリンボーンの形に貼っていったものをつけたんです。もう直張りをしています。でぴったりにはまったのでビス止めいらないんじゃないかぐらいはまったんですけども、やっぱり重いものだし倒れてきたらやっぱ危ないので6箇所ぐらいかな止めてます。で止めるのも下地をちゃんと調べて下地に届くように長いビスで6箇所止めてあります。で前はワックスで塗った茶色い板壁で男前な感じだったんですけども、部屋をちょっと白く明るくしていきたいなっていう今動きをしておりまして、白くペイントしたらやっぱり部屋が明るくなってね、すごく大満足でございます。もともとここがね白い壁なので、だったら白い壁のままでいいじゃないかってなるんですけども、こういう棚をね好き勝手につけてカスタマイズできるので、棚の位置もね微妙に変えたりとかよくするので、植物の大きさによって棚をバランスよく変えたりもするので、板壁にしてよかったかなと思ってます。ちょっと補足なのですが、このタイルはシールになっていて、壁紙の上にマスキングテープを貼ってからタイルシールを貼っています。周りをオイルワックスを塗った角材で囲んであります。目地も初めからついてますが、木材との境目にだけは自分で目地を入れました。参考までにタイルシート自体だけだと8000円ぐらいだったと思います。リビングのいいアクセントになってとっても気に入ってます。あとはこのねカーテンボックスですね。カーテンの今カーテンないんですけど、前はここにカーテン敷いてたんですね。でそのレールの部品をつけたままにして、その上に板を張って、この垂れ板をつけて、アイアンバー、セリアの100均のアイアンバーをところどころつけて、こんな感じです。これはアクセントというか、こういうポスターを飾ったりとかパネルを飾ったりするのにつけております。でこのカーテンボックスの土台の方にこうやってS 字フックをつけたり、またはネジフックなど、ここもネジフックですねをつけて、こうやって植物をかけて窓辺で植物を楽しんでおります。でこちらのこの間これ動画にしましたよね。パソコンを置きたくって、こういう台を作って木箱でこういう機材の収納にしたりしてるんですけども、あとねこのプリンターもほんとよく使うんですよ。だからこういう風にねキャスターの台を作りました。でこちらは、この棚はリフォーム、この家を買った時にリフォーム屋さんにお願いして作ったもので、この A4 ファイルが入るファイルボックスはもうここに入れようと思って、こういう棚をもう発注して作ってもらってました。前は無印かなんかの白いファイルをバーッと並べてたんですけども、やっぱり無機質な感じがね、私はちょっと物足りなかったんで、自分で木のものを作りました。でこういう風にこういうキッチン取説とか、あと OA 電気周りの底コンとかそういう関係の取説とか、これは封筒とか、これはレターセット、名前シール、これ保険とかラベルで分けて、いろいろ書類関係ここにまとめています。これはね結構質問もよくもらいますね。自分で作ったんですかとか、どこで売ってるんですかとか、質問もねインスタなんかでも未だにいただけるんですけども、これは合板とあとノジ板で作ってます。でこれは猫ちゃんのご飯とかグルーミングのセットです。で最近ね
なんていうかな、ちゃんと噛んで食べれてないので、丸々これのままご飯あげると吐くようになっちゃって、で吐くからすぐお腹すくんでね、またご飯で泣くようになっちゃったんでね、これで砕いてます。ご飯をあげてるんですが、こういう風にしたら開かなくなりましたね。でこれは収納ボックス、キャスター付きの収納ボックスで、その隣が餌場になってて、この台も私が作りました。これは 3P のお皿に合うようにこう穴を開けて、こういう風にして、これは100均の板ですね。はい、こんな感じです。で、これはこの間ね動画にしましたね。古材とアイアンペイントで鉄脚風に作ったテーブルです。普段はこういう風にしといて、パソコン作業するときはこのソファーの前に持ってきて、いつも編集なりなんなりしております。でこのリビングの大きな棚もこれと一緒に、この棚と一緒にリフォームのリフォーム屋さんっていうのかな、大工の方にお願いして作りました。DIY したものはもうこの辺もそうですし、これもお薬とか湿布とかが入ってます。はい、こんな感じでね、100均のリメイクシートを貼って、これも結構割と最近動画にしましたので、概要欄にね貼っておきます。この辺も詳しいことはまた過去の動画で見ていただければと思います。これはね、ここはもう長女のコーナーになりつつありますね。この辺は電池とか私のマニキュアとかね、ここは私のマッサージグッズが入ってます。あとこれは爪のケアのポーチとか、辺はね、なんか末っ子のお絵描きセットとかを入れるのに作った棚なんですけど、引き出しなんですけども、お絵描きってね、うちの娘高3なんですけどね、もうでもまだそのまんまにして、未だにね絵を描くのが好きでね、ここから紙を出して絵を描いたりしてますね。この辺はヘアグッズが入ってたんですね。ここでいつもね娘の髪の毛をゆったり結んだりしてたので、これもちょっと前の動画で作ったね、端材で作った植物の台、これはほんと作ってよかったですね。あと DIY したもの、これかな。これは iPad とかをここで充電して後日取り直しました。こんな風にタブレットなどは充電できるようになっています。上の扉を開けるとこんな風になっていて、ケーブルを通せるように穴を開けています。セイタの穴にケーブルを通せば天板の上でも充電ができます。ケーブルを表に出さないことでごちゃごちゃ感を解消させた DIY になっています。引きで見るとこんな感じで、配線などは最小限にできているかなと思います。カーテンボックスここにもありますね。飾り棚みたいな感じになってます。こんな感じですかね。この家に引っ越してきて今年の10月で丸10年になりました。以前住んでいた福島県の家は、私たち夫婦が知識の浅いまま新築で建てた家で、今のように DIY をして壁に穴を開けたりペンキを塗ったりなんてことはせず、むしろ画鋲でつける穴でさえあまり増やさないように大事にきれいに保ちながら暮らしていました。東日本大震災を機に私の人生観はいろんな面で角度で大きく変わり、震災があった2011年から他県への移住を決める2014年まで本当にたくさんのことがありました。葛藤も抱えきれないほどありました。引っ越してきてから私が DIY にハマったきっかけは2つあります。一つは友達も知り合いもいないこの土地に来て、あまり出かけることもなく人と会うこともなく、家の中の問題点を解決できる DIY にどんどんハマっていきました。
本当にいろんなものを夢中で作りました。これが一つのきっかけです。もう一つのきっかけは、子育ての大半を過ごした大好きな土地を離れて、若くして建てたそれまで住んでいた家を売却するための見積もりを出してもらうために業者さんに立ち会った際に言われたのが、築12年でこんなに綺麗な状態なのはあまり見たことがない、大事に住まわれてきたのですね。そう言われたことです。嬉しかったけど、手放すことになるならどうしてあんなに綺麗に汚さずに傷つけずに暮らしていたのだろうと、私の中でやりきれない思いが生まれました。綺麗を保つために私自身もたくさん我慢していたし、小さな子供たちにもたくさん我慢をさせていた気がします。自分たちが住んでいる時に暮らしている時に暮らしやすくないのは違うなと思ったのがきっかけです。新しいスタートを切ったのだから、思い切りインテリア、暮らしそのものを楽しもうと思いました。私が始めた DIY を SNS やブログなどで発信するようになり、 DIY を通してたくさんの友達ができたり、作家活動を通して作家仲間やお客様とも出会えて、この家で一人ぼっちで DIY に夢中になっていたあの頃には想像もできない今があります。 DIY に出会えたから、このチャンネルを通して皆さんとも出会えました。私が作る動画が少しでも皆様の役に立ったり知恵となったりすることももちろんですが、少しでも癒されたりくすっと笑ってもらえたり、一日の最後にリラックスできる時間になってもらえたらという気持ちでおります。こんな我が家ですが、今後ともよろしくお願いいたします。I can try if you let me. With our lives, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine?